おはようございます。松原芽衣です。韓国旅行の2日目に美容クリニック行ってきました。実際の施術の内容、映像と1ヶ月のダウンタイムまとめました。トイレについてる洗面台で洗顔してカウンセリングまで待合室で待ちます。カウンセリングのお時間40分ぐらい取ってもらったんですけど、室長さん日本語喋ってくれたんですけどめちゃくちゃ早口で、特に金額の部分とかがすごい早口で言われたので、今回動画 OK もらったので後で見直すことができたんですけど、結構駆け足なカウンセリングでした。日本円現金とカード支払い併用してみたんですけれども、現金で支払った方は免税の金額に入っていなかったので 10% 加算されるにしてもカードで全額支払った方が良かったのかなと思いました。袋の麻酔待ちをしてます。なんか感覚ないやん。全然する。눈 가릴게요.今何しますか？ 토닝. トーニング。OK。次はゼルフ入れたです。ゼルが冷たいです。はい。何？ IPL レイザー。 IPL。はい。はい。はい。요거. 눈 감고 계세요. I'm going to keep these two. 응? 아, 이거 킵. keep. 오케이. Other ones. 오케이, 알겠어요. 입술은 안 돼요. 그러니까 코도 다시 기닌데 빼주려고 해서 빼주긴 했는데 입술을 못 빼서 안 シミはどこ
ったんですけども、唇は色が白っぽくなります。それで取れないんですね。はい、わかりました。お客様、再生テープ一つでは全部貼り切れないんですので、もう一枚お返していただけた抗生剤の軟膏を塗らせていただきたいと思いますが、どっちの方にされますか？치료 붙이셔가지고 붙여달라고 하면 구입하면 붙여줘요. 뭐랄까요? 근데 한 장도 부족하겠다. 두 장은 더 사야 될 것 같은데. 1枚で無理だと思うんですよ。2枚くらいの時に私入りますか？ 요 앞에서 두 장은 더 사야 돼. あと2枚シート、OK です。こことここの配粒種。 아니 그거는 포함이 아니야. ので部屋に移動させていただきます。はいどうぞ。これは何をつけますか？エップル。OK。始めます。再生クリーム。日焼け止め、はい、クリーム塗ってあげます。ありがとうございます。すぐ近くの薬局で抗生物質が入った軟膏を買いました。レーザーを受けた後はお顔を濡らさない方がいいので、美容室でシャンプーとドライしてもらいに来ました。カンナムと新農氷駅の間にあるお店で、当日飛び込みだったんですけど、快く受けてもらいました。帰宅しました。顔面がほくろ除去と首元がイボの除去をしてきました。で、帰宅後すぐシャワー浴びたんですけど、やっぱ一回シャワー浴びただけでね、この保護テープがこんなになったよっていうのを見せるために今こんな状態の顔面で動画回してます。保護テープを1週間はつけてほしいですけど、維持するのが難しいようなら再生クリームを塗ってたくさん保湿して過ごしてくださいって。日焼け止めは塗らなきゃいけないから洗顔するじゃないですか。でその後保湿と再生クリームとテープを塗るのどの順番が正解なんだろうっていうのが
曖昧なまま帰ってきてしまいました。てかこんなに当てたんだ、えぐこんなにイボあったの私って感じなんですけど、再生クリーム塗って顔パックしました。ナンバーズインの2番使ってみてます。ナンバーズイン私使ったことなかったので1から順番にやっててお気に入り見つけようかなって思ってます。治るのかな、ちょっと心配ですね。再生クリームを1日3回塗ってって言われたので、それだけは真面目にちゃんとやろうと思ってます。ウイルス性のイボはあるとどんどん広がっちゃうので、取り放題でなるべくたくさん全滅させる勢いで除去するのがおすすめですって言われて、痛くない、ヒリヒリかゆいってぐらいですね。とりあえずね、パックをこれだけ買ったので、これは自分用とこれはお土産用なんですけど、保湿を頑張って傷を治すぞということで、また日を追って経過報告させていただきます。バイバイ。おはようございます。ダウンタイム5日目です。これね、シーインで買ったニキビパッチ貼ってみました。これはバンドエイドの傷パワーパッドと、この辺は病院でもらったやつがギリ残ってるって感じですね。この辺はもうべちょべちょのブヨブヨになっちゃったので剥がして再生クリームを塗ってるって感じです。本当は1週間風呂に入らず濡らさずが望ましいって言われたんですけど、日焼け止め塗った顔で顔を洗わないことがちょっと耐えられなくて、シャワーを浴びたり洗顔したりしたんですけど、その度にねシールがもうブヨブヨになってて、でその周囲がネチョネチョになるんですよね。今日はブヨブヨのやつをあらかた剥がしました。ここがほくろだったんですけど、1日目は浅くくぼんでた感じが埋まってきて、擦り傷程度の赤い感じになったかなって気がします。ここはね、ほくろ本当は取っとくつもりでほくろレーザー当ててないんですけど、その前の段階の IPL とシミ取りレーザーを全体的に顔に当てたので薄くなってますね。別にいいけど、なのでこっちはテープいらずな感じで、ちょっと昨日ねポリポリってしたら濃くなってた色素がさらって取れました。ここはねシミが結構広範囲で深かったので、もうちょっとテープ貼っときたいなって感じです。友達はほくろ除去はせず IPL と色素レーザーを当てたんですけど、そばかすがポロッと取れて薄くなったよっていう報告を写真を見せてくれました。羨ましい。5日目はこんな感じです。ここが全体的にかさぶたになってて、なんかほくろは赤くなったんですけど、イボは黒いかさぶたみたいになってますね。早く元通りの色に直ってくれるといいなと思ってます。これね Amazon で買ってよかった。ここがね筒状になってて、脱出するときはこれをつけて外出るようにしてます。ここにさ点々が集中してるから首まで隠れるタイプのヘロヘロのマスクを買いました。イエイ。ほくろ除去、イボ除去から1週間経過しました。ダウンタイム7日目です。もうね顔にあったテープと首の曲がる部分についてたシールはブジョブジョになっちゃったので外しました。この辺のまだくっついてるやつは一応ギリ残しといてあるって感じですね。なんか剥がれた順に色素沈着が濃いなって感じがします。これ結構初期に取れちゃったやつで、この辺は昨日までついてたものもあり取れちゃったものもありって感じで、柔らかいんですよねこの辺は。でこの辺は固めのかさぶたになっちゃってるので、本当に1週間顔洗わないって結構難しかったんですけど、できればシールは本当に継続してつけっぱにしといた方が良かったんだなって感じました。この辺とかもね。で今日普段行ってるクリニック
に行ってきて、首がねもうちょっと治ったら何か施術を受けたいですがおすすめありますかって聞いたら、マッサージピーリングで色素沈着を予防する、角質を落とすのがいいでしょうとのことです。まだね傷口の状態なので、これが塞がってからそういうより肌が明るくなる施術をしていきたいなと思ってます。ここ結構写真で見るともう薄くなってるな。いつもねファンデーション塗っても隠せない薄いシミがあったんですけど、だいぶ薄くなった。でここは結構濃いシミだったんですけど、今平らに塞がってくれて、ここも長めにテープ貼ってたので綺麗に治ってくれるんじゃないかなって期待してます。あとここも顔が全体的に結構乾燥してる感じがする。毎日買ってきたパックを順番に使ってはいるのですが、色素レーザーをパチパチと当てた後が治る途中でゴワゴワしてるって感じがしますね。1週間経過ではまだ赤みとかさぶたが取れてませんというご報告でした。またね。ダウンタイム1ヶ月経過しました。1ヶ月経ってお肌綺麗になったよって報告したかったんですけど、どうやらそうもいかず、日焼け止めとおしろいを塗ってるんですが、まだほくろは見える状態です。イボレーザーは、照射直後よりはだいぶ良くなったんですけれども、場所によっては色素沈着が見受けられて、特にですね首の後ろが数箇所濃い色で残ってしまったなという感じがありますので、人によって新陳代謝とかご年齢にもよるんだと思いますけど、私はもうちょっと時間かかりそうだなという印象です。すごい薄いほくろだったやつはだいぶね明るくなったなって感じがするんですけど、こことか結構深かったんだと思うんですよ。だから少し赤く残ってます。 100g のやつ買ってこれぐらい減りました。夜のスキンケアの終わりに全体的に塗ってたんですけど、1ヶ月で3分の1ぐらい使ったんじゃないかなって思います。カウンセリングが駆け足早口すぎたので、私たち2人は美容初心者で、もうちょっと何が必要ですかとか自分の肌の状態を見てもらっておすすめを聞きたいなって思ってたんですけど、そういうゆったりとお時間使ってもらえる環境じゃなかったなって感じがしました。あんまり初心者さん、美容治療詳しくない方にはおすすめできないクリニックかもしれないです。おすすめなのはもう歴戦の猛者の方で、こういう施術が私には合っている、必要であるっていうことが分かっている方で、なおかつ価格比較して他院より安いのでここにしますっていう、もう分かっている人向けなのかなっていう、その金額の区分がちょっと曖昧だったなというか、説明不足だったなって感じていて、首取り放題と上半身取り放題っていう風に金額設定だったらしいんですけど、こちらの金額かかってるので、首だけで良かったんじゃないのかな。首だけの金額お支払いした場合どこまで当ててもらえたのかなっていうのがちょっと不明瞭でした。私がやって良かったなって思う点は、ビフォアの状態でこの辺とね、この辺にね、大きさで言うと塩のつぶつぶぐらいがスキンケアするたんびに存在するなっていう感じが5年間ぐらい自覚があって、でその自分でねボディクリームとか塗るたんびにテンションが下がるわけですよね。それがレーザー当てた後すごく減少しました。今ちょっと跡は見えるんですけども、手触り自体はつるりとしたというか、ここに取り残しがいる気はするんですけども、全体的な首の手触りはすごく良くなったので、その点に関しては、取り放題でやってよかったなって感じてます。
カウンセリングの時点で残しておきたいほくろありますかって聞かれたんですけど、私はそんなにほくろあってもなくてもどっちでもいいなって最初思ってたんですけど、この2つは残しておこうかなと思って室長さんに伝えたんですね。で、いざ施術になってみると、麻酔の人もレーザー当てる先生も特にマーキングはせず、あ、これ伝わってないなって思って、私が自分でここ2つは残してくださいって改めて伝えました。そしたら、あ、そうだったのねみたいな感じのリアクションを取られたので、やっぱり伝わってなかったんだと思いますね。カウンセリング担当してくれた方と麻酔担当してくれた方と実際レーザーを当てる方は全員違くて、通訳してくれた方も常に部屋にいるわけではないので、伝言ゲームの間でどこかに齟齬が生じる可能性があるので、どうしてもなくしたくないほくろがある場合はしっかり毎回人が変わるたんびに伝えた方がいいかもしれないですね。私は全体的な肌の透明感が出ればいいなと思ってやったので、別にほくろが薄くなること自体にそんなに抵抗はないんですけど、伝達方法が雑な病院だなっていう感じは受けましたね。レーザーの出力はちょうど良かったのかなと思ってて、強い光を当てて一気に除去しようとすると穴が開いてクレーターになってしまうっていうことは伝えられてたので、今現状治っている過程を見る限り穴になってしまいそうな傷はないので、もうあとは自分の治癒力の問題と、あと日々の紫外線ケアの問題なのかなって思ってます。総評としましては、結果自体は満足です。やったコースも満足なんですけど、カウンセリングがすごく駆け足だったのと、伝達が不十分な点があるというのと、洗顔するお部屋がただの便所だったこと。私は個人的にはリピはないかなって思ってます。他人におすすめするかと言われれば、初めて行く韓国クリニックとしてはおすすめできないかなっていう私の総評です。長めの動画を最後までご覧いただきありがとうございました。またねー。